ちょっとハサミではなかなかあれですけどね。まあこんなやってこう伸びてるやつを切っていく中だけの手入れになるんですけど、まあちょっとこういうのはですね、あまりにも枝が太くなってますので、あんまり放置するとこんなやって枝が太くなっていきますのでね、ちょっとざっくり切りますね。後からまたちょっと整えながら。まあ今ざっくりとこう伸びてるところを切ったんですけどね、これをまた細かに中をきれいにしようと思ったらまた一回剥がりをして、細かなところのまあ余分な分、あとまあ中にもまあ枝枯れも出てるかもしれませんので、まあそういったものを取り除いたりだとか、必要であればまた針金をかけたりだとか、そういった作業が入ってくるんですけど、まあ悪い例です。ほったらかしすぎなかなかですね、今見切りの方に追われてなかなかちょっとこっちまで手が回ってないっていうのが現状なんですが、今日はまあちょっと、宮様をやったついでにちょっとこの楓の方もやってみたところです。まあこれも結構こんなしてるけど年数経っててですね、はい、楓ですね。はい、なところです。まあご自宅ので持ってらっしゃるので、やっぱこう伸びてるのがあったら、まあ早いうちにちょっと詰めていただいて、で、まあ枝が太いとこを切った時には必ず切り口は切り口をこう要するボンドですね、ああいうのをこう塗っておかれるといいかと思います。大場さんコメントです。はい。もつおさんっていう方です。はい、ありがとうございます。いつも動画で勉強させていただいてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。松の葉が茶色くなっているのはハダニですか、病気ですか。私の黒松も同じみたいに茶色くなって何が原因か分からず、どうしていいか分からない状態ですっていうことです。一番いいのはですね、そのご本人のやつを写真を送っていただけると一番分かりやすいんですけどね、お答えしやすい。それが、まあ、例えば、まあ、水切れなのか食害なのか、病気なのかっていろんなあれがあると思うんですけど、まあ、いつ頃からそう茶色くなったかとか、そういったものが分かれると一番いいとは思うんですけどね、はい、写真を送っていただけるといいかとは思いますけど、まあ、よかったらお問い合わせページから写真を送っていただくと、大場さんに回答していただくと。
そうするとこれはこういうのが原因じゃないでしょうかねっていう、お返事が一番できるかなとは思います。さっきちょっと聞かれたんですけど、この宮崎特有の状況かわかんないですけど、この広葉樹が色づかないでもう落葉してしまうと。この原因についてちょっと落葉樹もみじとか先ほどやってた楓なんかもそうですけどね、時々いらっしゃるんですけど、いろいろな条件があるとは思うんですが、まず一つはですね、葉っぱがじゃあ本当に、紅葉するその秋口ぐらいまで、ちゃんと要は水分の入った葉っぱが残ってるのかどうかということが一つ。だから、そういう秋の紅葉をきれいにするためにという理由もあって葉刈りということをやるんですね。で、暑い時期暑くなり始めて一番葉がまだ柔らかい時にですねダメージ受けると秋の紅葉はきれいじゃないので、それをきれいに見せるというのもあって葉刈りという作業をしますね。他にもいろいろ理由はあるんですよ、葉刈りをするのはですね。そういったのもあるので、まずそういう葉刈りをしてみるというのも一つの手です。それとあとは木がもともと持ってる力だからこの間から話に出てる肥料もそうですね。やっぱ秋にしっかり肥料を蓄えて木が要は樹勢って言いますけどね、あれが樹勢がいいやつに関してはなかなか葉も丈夫にはなると思うんですけど、その辺も影響してくると思います。でもう一つはですね、これ私も自分のところではどうだろうっていうのもあるんですけど、例えばもみじがこうやって庭に置いてあります。で盆栽でも何でもですけど置いてあります。でこれが紅葉をきれいにするための条件っていうのがあってですね、これの上空の上を通るお月さんですね、お月様、お月様が通る距離が長ければ長いほど秋の紅葉は綺麗だという話を聞いたことがあります。で、検証したわけじゃないのであれなんですけど、で、例えば隣にこれは楓ですけど、楓じゃなくて何でもいいです、杉なら杉でも何でもいいですけど、大木があると。でこちらに今はないですけど、例えば家がこう建ってると。ブロック塀でも何でもいいです、こうあると。そうするとお月さんの通る距離って短いんですよね。となかなか紅葉がきれいにならないと。でこれがこういうのがなくて距離が長ければ長いほど秋の紅葉はきれいなんだよという話を聞いたことがあります。で、だから山肌のもみじはきれいなんだと、真っ赤になるんだと、なるほど、上に出てますからね、全部を通っていきますので。だからそれも秋の紅葉をする大きな条件なんだというふうに聞いたことがあります。これはテレビかなんかで前やってたんですね。街中の人は難しいと思うんですよね、その条件を満たすというのは。ただその分低いところに置いとくよりは若干でも高いところに置いた方がその距離は長くなるんじゃないかなというふうには思います。もちろん寒暖差というのは一つあると思うんですよね。昼間と夜の気温の差が激しいほど紅葉は綺麗なんだっていうふうに言われる方いらっしゃいますけど、これ結構寒いところでもですね、宮崎で言ったら小林とかありますけど、盆栽でご自宅に置いてらして、うちはあんま紅葉が綺麗じゃないとよねって言われる方、うちのお客さんでもいらっしゃるんですけど、でそこ行ってみるとご近所さんあって庭に大きな木もあってっていう先ほどの要は悪い条件ですよねがたくさんあるわけですよ。でも小林とかの辺は例えばクルソン峡とかいろいろありますからね、もみじが非常に綺麗なところで有名なところですから、場所だけで言ったら本当は綺麗に紅葉しなきゃいけないんですよね。ところがそこはあまり紅葉が良くないと。で、もう一つは中庭に置いてるやつも全然紅葉しないんだよねって言って行ってみると、家の中になんていうんですかね、吹き抜けで中庭、いや本当の中庭ですね。で家の中に庭があるんですよ。でだから外部からは全然わからない。だからちょっと高価なものはここに置いてるんだと。でも全く紅葉しないんだよねっていう話をされたんですけど、そこ全く要はないわけですよね。上は抜けてますよ。抜けてるけど先ほどの話でいうお月さんの通る距離で言うたら非常に短いわけですよね。
でまあそう紅葉が始まったかなというともう落葉してしまうというふうにおっしゃるんですけど、だからまあその辺も一つ条件であるのかもしれないですね。なるほはい、ただこれはダメですよ。いくら山肌でも海岸沿い沿岸、ど。はいはいはい。潮風のよく当たるところはやっぱなかなか紅葉は綺麗じゃないというふうには言われます。まあ、宮崎でも例えば日南串島、そういうところの、割合海に近いところの方なんかはうちはもうどうして潮風が強いからって言われるんですね。でも私の知ってる方は結構海近くですけど綺麗に紅葉するんですよね。であと学園木花台の方でもそうですし、割合海が近くっちゃ近くですけど非常に紅葉が綺麗なんですね。でそこはじゃあ何をしてるかいうと葉水をよくやると、毎日水かけるときに要は塩を洗い流すわけですよね。はい、その辺もある程度効果はあるのかもしれないですよ。だからうちはちょっと潮風が強いしねっていう方の場合はやっぱそういう葉水なんかもやってみられると一つの方法としてはいいかもしれないですね。枯れはしないんだけど紅葉しないと言われる方がいらっしゃいます。だからまあいろんな条件があるとは思うんですけどまあ結構そのお地さんの通る距離っていうのはあるかもしれないですよ。初めて聞きました。あですか。だからうちではこう真っ赤に紅葉しててお客さん持って帰ったら紅葉しない、いろいろこう聞いてみるとやっぱ街中で家がこう密集しててとか、はいでいう話を聞きますので、まあその辺も影響しているのかもしれないですね。勉強になります。はい、まあいろいろちょっとやってみられるといいかと思います。はい。それともう一方、はい、いつもの大内さんです。はい、ありがとうございます。さすが我が首相、肥料のこと納得ですということです。ありがとうございます。コメントが来てますので今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。